はい、どうも始まりました。ゆうきのコーヒー大学。本日はラテ、フラットホワイト、カプチーノの作り方、オーストラリア編についてご紹介していきたいと思います。それでは始めましょう。ほい。本日ご紹介するこの3つの飲み物は同じエスプレッソとミルクを使っていますが、フォームの厚みやカップのサイズによって名前が変わります。本日はオーストラリア編ということで、メルボルンのスタンダードに合わせてエスプレッソはシングルショット、ミルクの温度は60度で作っていきたいと思います。まずラテについて解説していきたいと思います。お店によって使うカップが違いますが、メルボルンではこういうグラスのタイプやこういうセラミックのタイプのラテグラスを使うところが多いです。特徴は何かというと、ミルクフォームがだいたい 1cm ぐらいで指1本ぐらいで作ります。そしてカップの特徴としては縦長のカップを使っているお店が多いです。それでは何個か作ってみたいと思います。これがラテです。指1センチぐらいです。そして次にオーストラリアを代表するフラットホワイトですが、このように平べったいカップを使うことが多いです。そしてミルクのフォームはだいたい 3mm から 5mm ぐらいで作ります。それではフラットホワイトを何個か作ってみたいと思います。むしろレイヤーハートっていうのをやらないから緊張する。いきます。スタックチューリップを美しく。そして最後はカプチーノの作り方です。カプチーノの特徴は何といってもミルクのフォームの厚みです。スプーンで表面をめくった時に下の液面が見えないぐらいミルクのフォームがあるのがカプチーノです。そしてオーストラリアのカプチーノといえば表面にチョコレートパウダーがかかっています。ここで一つポイントなんですけども、チョコレートパウダーをかける時に和太鼓を叩くようにこうパーンポーンってやるとダマになって出てきちゃうので、
こうやって優しく振りかけてあげることによって綺麗なラテアートをして美味しく飲むことができます。それではカプチーノを何個か作ってみたいと思います。以上がラテ、フラットホワイト、カプチーノの作り方でした。最後に有機的補足です。本日ご紹介したラテやカプチーノは実は国が変わればそのレシピや名前、狙うミルクの温度帯が変わります。そのことに関しては別の動画で解説していきたいと思います。以上です。僕のチャンネルではコーヒーがより楽しくなる情報を発信していきますので、チャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。一緒にコーヒーを楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。ではまた。